森下博夢です。今年90歳になりました。1930年10月の生まれです。中学校3年生14歳の時に原爆に遭いました。でその原爆によってですね、今まで存在していたこの町、そして世界がですね、姿を残さないように原爆で破壊させてしまった。でその後もですね、いろいろ火災があったりいろんなことがありまして、この世界というのはいつか崩れてしまうんじゃないかということで、その何か、永遠に滅びないもの、そういうものに憧れたわけですね。そしてその中でロマンを求めて、文学を専攻したわけです。で日本の古代の古い歌集ですね、それとか、いろんな世界のいろんな文学、そういったものを、学んでいったわけです。でその文学をやっていって、実際にそれが生活に結びつくためには大方は教員になって、教員をやる方からそういう執筆をするとか、そういうことをやっていたわけですね。子供をね、子供が可愛くてか、そういう特別なあれはなくて、普通に教員で、病気した後だったから、とにかく生活していけばいいということはありました。で実際に教員になっていろいろね、勤める学校とか、それから地域とか、教科内容とかについてはいろいろ希望もあったり不満もあったり しながら模索をしてのスタートでしたね。大学に入って、2年目に計画をやりまして、長いことを療養した。そうするとその文学とか、それから教職に果たして就けるかという心配があったんですが、たまたま父が書道ですね、カリグラフィーの教師だったんで、父の住む間って日本では芸を身を助けるという言葉があって、何か技術を持っていけば生活ができるということでカリグラフィー書を始めたわけです。で文学と国語と、それから書の資格を取って教員に就いたわけです。漢字ばっかり書いてる人が、漢詩作る人はおるけどね、それから仮名ばっかりで書くことも、手紙なんかで仮名ばっかり書いたりすることもあるけど、日常は漢字と仮名を一緒に混じった日常を使ってる表現は漢字仮名じゃないですか。それをベースにした表現書があっていいと。でそれを表現するのには、もちろん原爆に対する怒りであれば激しく書くとか、それから被爆したお母さんや子供たちへの慰めの言葉、優しいかなって書くとか、そういうことはあったですね。でそれともう一つベースにやっぱり現代の芸術のあり方がね、現代芸術というのがやっぱりいわゆる抽象的な読めない絵画、ね、で写実的なものでない、そういった芸術があるじゃないですか。そういうものがやはりそれは書だけじゃなくて、日本の世界中にもいろいろそういうアバンギャルドが流行ったわけですよ。でそれというのは戦争中第一次大戦の時にドイツやフランスの青年が戦場で塹壕で向き合う、で撃ち合う、殺し合う、そのところどっちも
汝の敵を愛せよという教えを持っている者同士が戦うと。それに若い人たちが矛盾を感して世界を求めていってぶつけたり壊したりしてやってるね。そういうものもちょっと惹かれて、そういうものを加味しながら表現していった。実際に教育の現場に立って、そして生徒たちが、自分を見つめてる、そういう時にふっとある、アメリカだったかの、女性の、学者さんが来て、で実際に被爆者を見て、やっぱりなんかこう顔を背けられたけれどなるね。そういうことをテレビかなんかで見て、自分も毎日その原爆によってケロイドの醜い顔を生徒の前で晒してる。生徒たちはやっぱり醜いものは醜いと。ふっとそういう生徒の立場に立って自分を思ったんですよね。でそれから教団で原爆について語ることをしばらくもう避けてました。子供は原爆放射能の影響が子供たちにも及んでいくかもしれないという心配はみんな持ってたわけですよね。そういう中で私自身は子供が生まれて、そして生まれた時からもその母親の乳房に吸い付いてる、まだ目が十分開かない時から乳房に吸い付いてそういう生きるという本能というか意志というかね、そういうものが浮かべられたわけで、それによっていろんな私の暗い過去もあったけども、後ろを押されて生きる力をみんな持ってるんだと。そういう思いに背中を押されて平和訓練にしたり平和教育というものを後ろ向きにしてから前向きになった一つの最初のポンと背中を押してくれたのは生命力ですよね。そんな時期にたまたま自分の日記を元にした放送番組があって、でそれをですね、生徒は果たして本当に自分のことをどう思ってるんだろうかと思って、私がいない時に生徒に見せてもらって、その番組を聞いてもらって、そして生徒の思いを作文に書いてもらって、それを見た中でやっぱり先生の前から逃げ出したいというような男の子もいましたけども、先生は決して自分のせいでそういう怪我をしたんじゃないと。で先生はそれをもとに平和について考えてると、何かしようとしてる、そういう人だと思うから、決して先生は決して恥じることはないと。むしろ尊敬こそするという女子の生徒の作文があって、自分を励まされたと言いますかね、やっぱり語ろうと、語ってもいいなというふうに思ったんですね。さっきの生徒のね反応、肯定的な反応もあるし否定的な反応もあるけども、
生徒たちは本当に原爆のことをどう思ってるんだろうかと。それももう原爆が落ちて戦争が終わって戦後10年月経ってますからね、その戦後生まれの生徒たちが今高校生10代の後半なってるわけです。でも彼らは戦争や原爆の体験がないわけですね。その体験のない世代が原爆についてどういうふうに考えてるんだろうということですね。でそのところさっきの一時期語ることを避けていた、そういうことがあった時にそういう問いを文学をやっていた仲間たちから発して訪ねてきて私に聞いたわけですね。でその生徒たちとの接触をちょっと話すことを避けていたもんだから、実際生徒たちがどう思ってるのかということは分からなかった。で、さっきの作文をちょっと書いてもらったりしたんですけども、実際に生徒たちは原爆について、あるいは被爆者についてどう考えてるんだろうか、と思って、そのさっきの作文の内容をもっと復元する形で生徒たち、いろんな生徒、自分のクラス、あるいは学校、それから広島、それから長崎や東京、そういったいろんな地域の高校生たちの原爆に対する意識の調査をちょっと心理学的な統計データで取りたいということで、高校生の原水爆に対する意識及び知識の調査を始めたわけですね。でそれを年々膨らませていって、年次的に推移も見てきたわけです。たまたまですね、一緒に教師をしていたり、それから、友達であったりとか、それから修学旅行で広島へやってきて接触のあった学校とかね、そういう先生方を通じて、広げていったんですが、最後にはもう後で触れますが、高等学校の組合、教職員組合とか、あるいは私立学校の学校の先生方とか、そういう仲間を通じて調査を広げていったんですね。原爆のことを聞いたり知ったりしてね、本当に悲惨だと、決してそういうことがあってはいけないという答えを方なんですが、だけど実際に自分が体験してないんで実感にならないというまた数字が多かっただけですね。でそういう活動をしていったんですけども、自分たち生徒はもちろん風化していくとこがあるけど、ある時教育してくれる実感にならないということがありましたよね。じゃあどうすればいいかということで、いわゆる書物も大事だし話も大事だけど、さらに実際に視覚とか聴覚とか五感に訴える映画とかテレビとか、そういった視聴覚に訴えるもの、それが効果的だなということでね。でその中でふっとある「広島」という映画が作られた、それを見たんですね。でそれをだけど生徒に見せようと思っても生徒を集めてどの時間に見せるかということで、学校ももう授業の教科の授業、
それからいわゆる人権教育、童話教育といったその教育で手一杯という、それをどの時間に誰がやりますかという職員会議に諮っても抵抗があるわけですね。それであなたがやんなさい言われて、放課後に希望者だけを集めてその映画を見せたんです。そしたら生徒の中からこれは生徒みんなに見せるべきだという意見があって、背中を押された感じですね。一生学で訴えていく時間ね、ホームルームの時間とか、社会科とか物理理科の時間とか、そういうところでいろんなで放射能なんかの問題とか影響というのは生物理科で、教えたらいいとか、それから、もちろん原爆の死を教える、国語科で教えるとかで、もちろん社会科でその世界情勢とか、そういうものを教えていくと、そういういろんな教科でもって全体でもって進めていくのがいいだろうということでね、それで団結してやろうと。それには組合の力も非常に大きかったし、それに押されるように教育委員会なんかも徐々にね、特に広島なんか教材作ったり、手引きを作ったりして、広がってきてはいるんですよね。小学校中学校を中心にね、広島という教材いろいろ作ってます。それから高等学校ではここにあるような明日に生きるという、広島の長崎の原爆やビキニの核事件とか、沖縄の被爆者の問題とか、そういうものをいろんな分野から生徒たちに教える。それから戦争はなぜ起こるかとかいうような問題まで広げていって、そしてそれをこういう副読本にして、さっきのその教科書にあまり原爆の答えが載ってないということで、教師自身が教えると同時に、副読本を作ろうということで、こういう副読本を作って、そしてその生徒たちにみんな見せたり持ってもらってね、で学習してもらおうということで、こういう副読本を原爆のことやら戦争のことやらいろんな問題を基地の問題とかそんなところまで広がってるんですが、いろんな問題、侵略の問題ね広がって、そういうものを生徒たちにみんなにこう浸透して勉強してもらおうということで何年か続けました。過去の日本、過去の世界、日本は私たちはね、戦争の時代だったじゃないですかね。で暗い時代で、それがそういう今は戦争が終わったけども核の脅威とかいうものが続いてきた。朝鮮戦争の中もいろいろあった。そういうものを克服して、そして戦争も核もない明るい未来に若い人たちは育ってもらいたいという願いですね。最初の教員になり始めた頃のですね、いろんな生徒との接触とかいうのを、綴ったのはこの「未来を語り続け」という教員の体験あるいは実践記録を載せた本、その中に生徒たちのリアクションね、それなどが書かれています。
広島の平和教育、まあ広島長崎、これはやっぱり原爆の問題が一番スタートにあり大きなウエイトを占めますよね。その空襲があったところ、侵略を受けたところ、そういったところそれぞれの課題があると思うけども、広島の平和教育は原爆のことが一番大きなウエイトを示している。それは取りもなさず私の平和教育でもあったわけです。広島原爆を教えていく、それが私の願い、私の実践であったけども、それはすなわち即広島全体の教育であったと思うし、それは変わらないと思いますね。その広島や長崎の原爆の被爆者を実際に世界へ派遣して、その訴えやその惨状をね直接訴えるキャラバンを計画したんです。それが、広島長崎平和研究施設団ということで、20数名のいろんな教師とか家庭の主婦とかお医者さんとか科学者とか、そういう被爆者を集めて、それで1ヶ月半回ってきましたね。で原爆を投下したトゥルーマン大統領とも会ったりしたんですね。でその時はすまなかった一言が欲しかったけど、それはなかったということで、みんなちょっと残念が出ましたがね。戦争が終わった時に思ったのは、人類は愚かではないと。だからもうこれでですね、金輪際世界の人間は戦争や核兵器とか原爆とか、それから戦争をもうしないだろうと、絶対それなくなるだろうと。ところが原爆について水爆が開発され、そして日本のすぐそばで朝鮮戦争が始まり、でベトナム戦争といろいろあって戦争がまた始まって、そしてさらに核兵器や運搬手段がどんどん膨らんできてて、その思いもうみんなこれで人類は何も戦争なんかしないだろう、もうそういう思いとは裏腹にまた徐々に暗い方向へ行きかけてる。そしてそれによってまだ人類を全滅してしまう危険もまだあり得るわけですね。やっぱり私たちがやってきたような平和教育とか原爆教育とか、それから人権教育とか、そういったものはもう終わりじゃなくて、これからもうさらに強めていく。で日本や広島や日本アジアだけでなくて、世界中でいろんな世界中のいろんな家庭や社会や地域や、それから学校やいろんな機関でみんなが手を取り合って、平和教育をもっともっと広げていったり、あるいは深めたり極めていく、そういう作業はどんどん広がってもらいたいと思うんですね。で私たちの体験したことや私たちが実践したことが少しでも役立ってもらえるならありがたいと思います。